ヘッドだけ勢いで跳ね上げることができれば、体を左に回したときにクラブが後ろ回りします。こんにちは、チャーリーです。今回はテイクバックをどのように弾けばいいのか、このポイントに焦点を絞ってお話していきたいと思います。テイクバックの形は人それぞれです。これは体のタイプや筋力、様々な要素で一見形としてはみんな違う動きをしていますが、押さえておくべき大切なポイントは共通しています。これからお話しすることもちょっと難しく感じると思いますが、しっかりとついてきて情報を知った上で練習していく、結果的に上達が早まってくるので、最後までお付き合いください。まず右手は支点です。左手は力点、そしてヘッドが作用点。右手が支点でクラブは扱っています。これは過去の動画でもテコの原理には3種類あるという話をしています。よければそちらを参照いただければ、クラブを扱うのはこの関係性、これが一番効率的というのはご理解いただけると思います。そして安定性と飛距離を出すために、支点である右手が体に対して安定している。近づいたり遠のいたり、場所が右にずれたり左にずれたりせず、体の回転に同調させる。これは右手の役目です。まずこのポイントを知った上で、胸とグリップの距離が変わらないことです。テイクバックを引きながら近づく。テイクバックを引きながら遠のく。近づくよりは遠のく方がまだいいかもしれませんが、支点である右手がアドレスからトップまで近づかないように意識してください。そしてトップから切り返し、ダウンに入った時も右グリップの位置が自分に近づかないように意識します。多くの方がテイクバックを引いて切り返す際にクラブの重さに負けて腕が自分の体に近づいています。これは NG です。実際は距離を変えないといっても、クラブの重さや体の回転によって若干近づこうとしてきます。しかしこの力に逆らって胸とグリップの距離を一定に保って切り返す。これがテイクバックのコツ一つ目になります。習得方法としては、ハンドタオルを持っていただいて、左手で胸に当てて、そして右手でクラブを持ち、タオルをピーンと張ったままスイングしていただければ、距離が変わらない感覚分かってきます。そしてもっと大切なことをお話します。テイクバックで手の位置は半分しか上げてはいけません。詳しく解説していきます。テイクバック半分までは一直線に引き、ここまで来たら手を止めてヘッドだけ上がる。1、2。これも自分の力で起こすのではなく、ヘッドに勢いをつけて途中で手が止まるからクラブヘッドだけ巻き上がる。こういうイメージでテイクバックを行ってみてください。この時に右グリップの位置が体に近づかない。この2つのポイントがテイクバックの基本、物理的に大切なポイントになってきます。多くの方がトップに行くまでグリップとヘッドを一緒に持ち上げようとされています。自分の力で持ち上げると、ダウンスイングも自分の力で下ろすことになります。持ち上げる、下ろす。持ち上げる、下ろす。するとクラブがアウトから入ってくるので、意識してインサイドに持ってくる必要も出てきますし、アーリーリリースになってくるので、今度はためを作るというようなことも考えなければいけなくなります。しかしグリップが自分に近づくことなく、かつヘッドだけ勢いで跳ね上げることができれば、これ見ていただくと分かりますが、体を左に回したときに、クラブが後ろ回りします。さらにグリップの位置が近づかないので、ためがほどけません。
これを両手で同じイメージで、半分まではノーコック。この後は勢いで上がる。手が止まってヘッドだけ動く。これに体の左回転をつけていきます。軽い力でヘッドが走って、そしてインサイドからヘッドが入ってきて、ダフることなくドローボールが打ててくる可能性が高いです。まずはショートアイアンで、そして片手でこういう感じ。1、2、3。これを流れで。この意識で練習して注意するポイントは、右肘をできるだけ曲げないで使いますが、実際はクラブの重さ、そして左手の長さがあるので、映像で見ると普通に曲がります。大切なことは曲がったか曲がらなかったではなく、グリップの位置が自分に近づかないように固定する力を内側で発生させたこと、それをやろうとしたことに意味があります。ノーコックで引いて途中から跳ね上がる。手首に負荷がかかってきます。これは手首があまり強くない方や、手首を使ってスイングすることが本質的に違和感がある方、こういった方はこの方法をお勧めしません。実際行っていただくと、アウトに引いた方がやりやすい方、インに引いた方がやりやすい方、すべてのプロゴルファーがテイクバックの形が違う、トップの位置が違う、スイングが違うように、物理的に大切なポイントを押さえていても、形としては必ず変わってきます。なので運動は外から見た形から入るのではなく、こういった本質的なポイント、右手は体に対して固定する、距離を変えない意識を持つ。グリップはいつまでも動くのではなく、途中で止まってヘッドだけ上がる。これも力でやるのではなく、勢いでやる。こういった本質的なところを意識していただいて、自分なりの振りやすいテイクバック。しかし、物理的には効率的なテイクバック。ぜひ意識して練習してみてください。驚くほど球が打ちやすくなる可能性あります。そして今回皆さんにちょっと紹介したいものがあります。これは企業案件ではありません。ゴルフプライドから新しく発売されたリバーステーパーというパターのグリップです。このリバーステーパーというのは、要はグリップの左が細くて右が太い、こういったものです。もともとゴルフのグリップはシャフトが細いところから手元に向かって太かったので、グリップも当たり前のように左が太くて右が細い。物理的にそれが良いからそうなってたというよりは、何も考えないで作ったらそうなっていた、それが当たり前だったというものです。しかし近年、通常のグリップも左右の太さが同じ、そして太さも太いもの、常識になってきています。左手が細くて右が太いこのパターグリップの形3種類あります。しかしどれも左が細くて右が太い、これまであるようでなかった革新的なものだと思います。これからのツアー、リバーステーパー流行ってくると思います。こういったもの、革新的なギアを使うことで、ゴルフはどんどん面白くなっていきます。何度も言いますが、企業案件ではありません。ぜひよければ一度使ってみてください。これまでのパッティングの悩みがグリップ一つで変わってくる可能性大きくあります。最後までご視聴ありがとうございました。